富士見パノラマ行く道なんだけど、うん、今日はね夕方なんで富士見パノラマではなくて、うん、その近くにねなんかカフェがあって、うんうん、ちょっと夕飯食べて、最近暑いから山の上に避難しようと思います。はい。最近相当暑いね、長野県は。もう長野県は避暑の場所ではありません。まあお昼はね、お昼は相当暑いけど、うん、まあ夜はねそれでも涼しいのと、そうそう、夜は涼しいね、確かに。あとお昼間もうん、湿度は低いから、うん、まあまだなんとかなるかなっていう感じ。多分ねわかんない、暑いと思ってるけど東京行ったらもっとやっぱムシムシして大変だとは思う。そうだよね、湿度がね、そうそうそう、違うか。今日行くのはこの先にあるトンボカフェ八ヶ岳っていうお店なんだけど、新しいよね多分。スープカレー。あ、そう、北海道みたいじゃん。すごいでしょ。いや何回か通ってる道なんだけど知らなくて。いやそれこそそんな自転車でしょっちゅう来てたからさ。そうカゴメそこにあるじゃん。ああこれね、ああここカゴメの道か。そうの通りみたいなんだけど、あったかな。本当に？うん、行ってみましょう。その後も今日はお風呂入って涼しいところでのんびりして、明日もちょっと山の上の方で遊びましょう。はい。ああけどここら辺は涼しいね。23度だって。なんか雨も降ったしね今。パラパラっと。あ、こっちは来たことなかったかな、こっちの通りは。わかんないな。ちょっとわかんないな。どこだこれは。もうあと150メーターぐらいを左側にあるこの通り沿い。この通り沿いなカーブのところじゃない。どこだろう。どこだ。トンボカ。あ、たたた。ここか。やってるかな。言ってみようか。あ、ここだ。駐車場。超涼しいな。半袖じゃ寒いぐらいの。ねえ、すげえな。行ってみましょう。わあ、八ヶ岳ビューだ。すごい八ヶ岳ビューだね。真正面だもんね。さあ今日は手ごねハンバーグの八ヶ岳スープカレーとキーマ大盛り、ご飯大盛り。これも美味しそう。人気ナンバーワンだって。自家製野菜を使ってますっていっぱい入ってるみたいよ。じゃがいも、人参、玉ねぎ、かぼちゃ、さつまいも、もろこし、ネギ、大根、キャベツ、ナス、ピーマン、モロッコ、インゲン、トマト、オクラ、パプリカ、ほうれん草などなど。スープカレーは薬膳で体を中から元気にしましょうって書いてある。来ました。ハンバーグに、あ、すごい夏野菜がいっぱい。ズッキーニもナスもごぼうも、あ、ごぼうも入ってるの。コーンも入ってます。これも入ってるじゃん。すごい。こちらね、キーマン。そう、いただきます。あ、ここ美味しい。キーマンのスープから初めてだね。いただきます。ああ、こういう感じか。あ、美味しい。スープカレーだ。スープカレーで。ああ、超うまい。辛さもね、自分で調整するタイプだから、そこまで辛くないから。でもスパイスは結構効いてる。美味しい。
ね、キーマンのスープから始めて美味しいですよ。美味しい。ね。結構味が決まるんですね。ね。うん。野菜にくいな。うん。なんかスープカレーもっと辛いイメージだった気がします。うんうん。そんなお野菜いっぱい食べれる。いいよね。うん。このハンバーグめっちゃ美味しい。ちょっと食べてみて。はい。あ、ね。うまっ。味付けが抜群だ。美味しいね。美味しい。バスクチーズケーキ追加。だから大盛りにしなかったんだ。そうだよ。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。滑らかだね。本当だ。なんだ？あれか。ナッツ類が入ってるんだ。そうだよね。すごいヘーゼルナッツの味する。美味しい。あ、うまこれ。美味しい。すごいじゃん。ヘーゼルナッツ感が。ヘーゼルナッツだったよね。あ、美味しかった。テラスもあったんだ。超気持ちいいじゃん。あー、美味しかった。美味しかったね。最高でしたね。キーマのスープカレーすっごい美味しい。初めて食べた。そちらも美味しかったけど、こちらも美味しかった。八ヶ岳スープ。ね、美味しかったね。野菜もいっぱい入ってて、夏野菜が素揚げされたのとか、トマトなんかも生で入ってたりさ、めっちゃ美味しかった。そしてデザートやばかったね。うまいね、あれね。超美味しい。バスクチーズケーキ。ヘーゼルナッツのね、よかったです。なんか出てきた時いつもよりちょっと茶色いなと思ったんだけど、色が違ったんだけど、そういうことか。ああ、涼しいな。しかし22度だって。いいね。温泉露天が気持ちいいんじゃない？気持ちいいでしょう。今日は最高です。なんであっち側だね。山側に行って、立科だね。で温泉入って、今日はもうのんびりして、明日はまた山で遊びます。はい。湖で遊びます。湖？女神湖でさ、サップができるらしいから。やったことないもんね。ない。いいんじゃない？涼しいんじゃない？ね。そこも。あとちょっと買い出ししていきたいね。山に行くから。ちょっと買いたいものがあるんだよな。売ってるかな、声優に。何でしょう？それは明日のお楽しみ。今流行ってるやつ。流行ってるの？何かが。流行っててちょっとやりたいことがある。長野県ならではのものでそれを食べたいなと思って。そしてね、今回から新しいカーディスプレイです。すごくない？大きい。超大画面 13.3 インチかな、のカーディスプレイで、メーカーがね、ポーミドっていうところの PRA109B っていう製品だね。結構いいよ。画面大きくて、で2画面とかもできてね、いろいろ便利な機能がいっぱいあるので、またちょっとご紹介します。でね、すごいのがこれ、バッグも連動させたから便利でね、もう一個すごいのがね、普通こういうのってさ、バッグにしたらバッグが入るんだけど、これすごいのがバッグの線も入るのね。ちょっと見てて、ほら、この線が入るからさ、便利でしょ。純正のカメラじゃないのにこれが入って、でカメラ自体は家にある古いやつをそのまま使ってるんだけど、この線がでも入るので、ちょっとまだ調整ができてないからさ、線が変でしょ。ちょっとそれだけやっていこうと思って、この駐車場の線がないとできないから、ちょっとここでやっちゃおうかな。線の調整だけね。このバック連動いいよね。すごい助かる。いいね、便利。そしてね、起動が超早いの。エンジン切ってさ、エンジンかけたらすぐ立ち上がる。結構早い。すごくない？すごいね。ねえ、超早い。でちょっとバックの調整だけしちゃいます。よし、じゃあちょっとバックに入れて、で今これ線があって、
この調整、ここ長押しかな。こういうことか。これはホライゾン。もっと下なんだけどな、これね。あ、できたできた。できた？どう？いいんじゃない？あ、いいんじゃない？下がってみます。うん。あ、動いてるね。あ、超いいじゃん。いい感じ。超止めやすいじゃん、これ。わ、すげえ。すごいね。いいんじゃない？超いい。ちょっともうちょっとさ、他のとこでやってみよう。後ろがないとこで。いい？後ろが壁のところでさ。これ。お、すごいかも。相当助かる、これ。ちょっと形が特殊じゃん、キャンピングカーだと。ね。すごい上についてるしさ。ここでちょっとやってみます。なんか、あれだよね。今のはこれも動いたりするよね。これがこう、純正のはね。それはついてないけども。超良くない？いいね。ねえ。これだと横サイド見て止めたらいいんだもん。こんなもんです。もうちょっと見ていいよね。すげえ。すげえ。超いい。すごいぞ、これは。相当止めやすくなった。いいんじゃない？ねえ。こんくらい。おお、すげえ。オッケー。ちょっと買い物行きましょう。はーい。よーし。残念ながら買えませんでした。買えませんでした？うん。俺が明日食べたいもん。だけど家に1個だけあったから1つ持ってきてるから、それをしょうがないからシェアしましょう。はい。うん。よし、では、温泉だね。温泉行きましょう。温泉は、どこ？滝の湯か。滝の湯じゃない？お、30分もかかるって。まあいいか。これのすごいのが2画面表示できるのね。簡単にここでこうして、これを例えばここ押すでしょ。で左に分割でもう1個表示したいのを例えば TVer とかね、こんな感じで。で今ちょっと TVer バージョンが古いから今見れないけど、こんな感じで左にナビだと見づらかったらこれを反対にしてあげたらいい。TVer をこうしてこう OK です。どう？すごくない？いいね。でこれでさ、ナビしながら助手席の人とかは TVer 見れるでしょ。いいね、これもできるし結構便利だよね。2画面もできたら。でこれさらにね、縦で使えるんだ。これすごいのがこういう感じで。そう、すごいでしょ。ほら。でただね、今これちょっと問題があって、ここのね、この車だとこの下にハザードボタンがあって、それが隠れちゃうから、これだと車乗っちゃダメになっちゃうから、このハイエースでこうやって縦画面使いたいんだったら、ハザードランプを移設しないとダメかな、他のところに。それやれば使えます。よし、では行きます。いいな、ナビもあるし安心。でここから30分ぐらい、結構遠いけど行きましょう。大きいね、ナビ。ああ、そうだね。 13.3 インチだからね、相当だよ。いいじゃん、これだけ大きいと。南西に進みます。およそ600メートル先、南原山を右方向です。さあ、もう着きます。はーい。だいぶ登ってきた。涼しいよ、19度。わあ、すごいね。下がりそうだね。最高じゃない。ねえ、12、3度になるんじゃない？夜ね、多分寒そうだね。あ、ここもあったか。終わっちゃってるかな。あれ暗いね。暗いね。今日やってないのかな。終わったのかな。
ではお風呂入って今日はのんびりしましょう。はーい。また明日遊びます。うん。お、混んでるね。さあ行ってみましょう。うわー、ちょっと半袖 T シャツと短パンじゃめっちゃ寒いんですけど、鳥肌立つくらい寒い。今日は混んでそうだなー。いっぱいお客さんがいるね。おはようございます。おはようございます。天気はまだいいです。天気はいいんだけどね、なんかこれからゴロゴロ来るっぽいね。あ、そう。うん。でもなんかそんな感じだね。ね、そうそう、雲が山の方ちょっともう曇ってて、朝もちょっと山が隠れてた。だから今日山行こうと思ってたんだけど、ちょっと天気が不安だから怖いじゃん、湖でサップやっててゴロゴロ来たら。でちょっとまずね、朝去年かな一昨年かな来たことがある八ヶ岳農業大学校かな、そこの花がすごい綺麗だったでしょ。だから今年もどうかなと思ってちょっと今また一回降りてきました。はい。もうすぐ2分ぐらいで着くんだけど、ちょっと遅いかな、どうだろう。どうだろうね。ねえ、行ってみましょう。昨日は涼しかった、寒いぐらいだった。夜15度ぐらいだったよ。そう、寒いぐらいだったね。そして今もまだ22度だって。涼しいね。爽やかねえ、やっぱこうじゃないと長野県は、さっきの山頂からだいぶ登るんだね。ああ、見えた見えた、すっげえ。すごいね。真っ赤っかだ。わあ、綺麗。駐車場はおお、空いてるね。すごいよ。綺麗だな。こんな感じだって。ちょうどいいくらいだね。ねえ、今。すごい綺麗。すごい綺麗だね。赤も鮮やかだし。すごいな。いやー、すごいね。ねえ、綺麗だったね。すごい綺麗。いいね。ねえ。だんだん規模が大きくなっていくんじゃない？そんな気がするね。なんか毎回来るたんびにさ、大きくなってる気がする。ね、俺は2回目かな。だけど前より大きい気がする。まああとあれもあるかもね。花のピークとかがあるから、それにもよるかもしれないけど。ああ、そうだね。いやー、でもすごいな、ほんと。おー、混んでる。やっぱり夏となったらここに寄らないと始まらないんだと思って、今年も来ました。奥から入るのかな。駐車場は第2でもいいけど。今年も浜良農園さんに来ましたが、どうでしょう。買えるかなねえ、すごいね。平日だよさっきの花畑が結構空いてたのにさ。
あ、整理券？整理券いるのか。完売？マジ？よかった、買えた。よかったね。冷やしと焼きはまだ売ってて買いました。おお、あった。ここ入ってっていいんだって。大人気すぎるじゃん。すげえ。本当に。いやー、すごいね。10時半だもんね、まだ。で、今日はね、結局皮がついたやつはもう整理券で完売してて、で、焼きと冷やしっていうのが20円高く売ってるのかな。20円高くというか、調理してくれてるから皮も剥いて500円で売ってくれてるんだけど、それが1回目がなくなっちゃったんだけど、2回目がちょうど今入りますって言って、2回目を買うことができたんで、10時半で俺らギリギリ買いました。でも平日だからね。そうなの。でね、ちょっとね、システムが去年までとは変わってて、店員さんに聞いたんだけど、整理券が8時15分から配られるんだって。で、早い人はもっと前から並んでるみたいなのね。で、だいたい1時間ぐらいでその整理券もなくなっちゃうみたいなの。で、多分休日とか8月になったらもっとさ、来るじゃん、人がいっぱい。そうなるとその整理券すらもっと早くなくなっちゃうとか、整理券取るために並んでなくなっちゃうようなことも起きるんじゃないかなと、それは勝手に思ってるんだけど、そうなると思うから、なるべく早く来て8時15分からの整理券をとりあえず手に入れると、そしたらなんとか買うことはできますよということ。で、それがもし買えなかった場合はその横のカフェというかお店で1本500円で買うことはできる。その場で食べるならね。で、それもでも朝どれのやつだから、なくなっちゃう可能性はあって、早いともう9時ぐらいでなくなっちゃうみたいなのね、1回目が。で、もう1回収穫して間に合えば次のタイミングで食べれるかもしれないんだけど、それもちょっと確実ではないから、結構やっぱ人気で美味しいからさ、かなり争奪戦になってきてはいるっていうことだと思うんだけど、それでもなんとか早く来たら絶対買えるっていうのと、あとね、今他の人が聞いてて、結局整理券そのお客さんも取れなかったんだけど、発送だったらその場で受付をできるみたいなの。だから今日すぐ発送は多分難しいと思うんだけど、予約というか、発送の伝票みたいなの書いたら購入はできて、家とか売ったりはできるみたい。なんでなるべく朝早く7時45分ぐらいに着くことを目指してまず来てっていう感じかな。そうだね。だよね。本当にピークの時はどのくらい前に来たらいいのかっていうのは分からないけどね。そうそう、今言ってもまださ7月でね、まだそんなに混んでないというかさ、ようやく夏休みが始まりましたぐらいの時だから、これからまたすごくなってくると思うから、1月に入るとすごいだろうね。けどそうしてでも食べたくなるトウモロコシだからさ、なかなかないよね、こんだけ甘くてさみずみずしいトウモロコシって。そうだね。いやけどよかった、2本買えたんでね。あと整理券が終わって余ってたら再販するって言ってたから、そのタイミングでもしかしたらあるかもしれない。わあ、登ってきたら涼しいな23度だってね。そんなことある？すごいよね。11時です。最高。
白樺湖って30度いくのかな。さすがに行くか。行くよね、多分。下が35度とか6度くらいだから30度くらいになるんじゃない？諏訪で35度なんかあるかな。ちょうどさ、そこに湧き水あるでしょ。そこでちょっとカルピスでも作ってくれるの？それもいいね。到着です。涼しい。ここです。このお水で何するかというと、こちら冷やしカップヌードル。冷水専用？そうそう、冷水専用。しかも5度から10度。完璧じゃない？何度ぐらいなんだろう、ここ。多分冷たいよね。もう相当多分すごいじゃんこれ。水入れるだけでできるんだもん。ほんと家で食べた俺一人で。このまま？そうそう、すごいでしょ。嘘みたいでしょ。できたできた。これでいいんだもん。ちょっと椅子に移動しよう。すげえ豪華なご飯になったね。もうちょっとだね。いただきます。超甘い。すごいよ。美味しそう。糖度がすごい。喉乾くやつ。あ、うまいな。できてるの。すごい。いただきます。超うまいよ。なんかレモン味でさ、すごいさっぱりする。美味しいでしょ。やばいよねこれ。今後のさ、夏登山のもうど定番になるだろうね。だって火いらないんだよ。お水でできるんだもんね。そうそう。ちゃんと麺も茹だってるっていうか。そう茹だってはないんだけど、ちゃんとした柔らかい麺になってるの。柔らかい麺にちゃんとなってて、でブチブチするわけでもなく、ちゃんと麺なの。この麺の開発すごいね。すごい。冷水でこんなになる。そうそうそう。しかも5度から10度だからさ、この長野県の湧き水に完璧だよもう。ねえ、めっちゃ美味しい。ね。いただきまーす。甘い。すごいよね。相当甘いよね。うわ、めっちゃ美味しい。ね、みずみずしい。なんかこうプチプチ弾ける感じ。一粒一粒が。おいしい。あの温泉が復活したらしいよ。ああ、そうなんだ。そうそう、ずっとやってなかったけど教えてもらったね。いやー、美味しかったね。美味しかった。ちょっとローソンまで来たんだけど、なんかね、そこすごい綺麗だった。ハスかな。相変わらず立ち上がりは早いです、ね、このポーミドのディスプレイ、 YouTube なんかもね見れますよ。どう？うわ、超綺麗だね。綺麗だね。さすが。これがね
2K かな 13.3 インチの QLED 液晶で 2K の画質相当綺麗だし、そして音がさ、車のスピーカー使えるから迫力があっていいね。いいね。いいじゃん、この感じ。あとさ、この Google マップとか結構さ、動きがいいよ。動き軽いよね。いいでしょ。なんか携帯みたいでしょ。もう本当にね、これがね、システムが Android 13なんだよね、ベースが。だから携帯みたいに触れて、そして CPU が8コア、RAM が8ギガで、ROM が256ギガなの。手に使えるのもいいよね。こんな感じで。そう、これできるんだけど、今このハイエースだとここのハザードにかぶっちゃうからすぐは使えないから、ちょっとねこれなんとかしないと。あとね、これ2画面がやっぱ便利で、マップと Spotify とかね、Spotify を左で、マップを、そうだね、こんな感じで2画面で見れます。あとね、取り付けとかこの製品の詳細を別で撮ってるので、ちょっとご紹介させていただきます。さあ、今日はこちらです。フォーミドさんの製品のご紹介です。ここにも書いてある通り 13.3 インチのディスプレイオーディオになります。フローティングタイプの車に設置するディスプレイオーディオですね。サイズが 13.3 インチなんで、すごい大きなディスプレイになります。で、液晶も QLED 液晶なんで、鮮やかで高輝度と。なんで、見やすい液晶になってます。まあちょっとね、早速中出してみましょう。まずはすごいしっかりした取説。配線の色で何かっていうのも細かく書いてます。取り付け用のブラケットか。まあこれは使わないかな。おそらく車についてるブラケットで取り付けできると思うんですけど。で、本体があって、あともう一つこれか。ちょっと開けちゃいますね。こうかな。取り付くのは。こうですね。こんな感じです。画面がここにあって、大きいね。で、ここを車に取り付ける感じです。で、これは 1D ですね。1D のスペースで入るんで、もちろん 2D のところにも入るし、1D でも使えると。で、ここにしっかり技的の認証もついてますね。これのすごいところなんですけど、ここがこう、くるっと90度動きます。なんで、取り付けて縦型でも使えると。こういう感じで。横でもいいし、縦でもいいよと。これはなかなかないんじゃないかな。実際使ったらすごい便利なんじゃないかなというふうに思います。で、これのもう一個すごいいいなと思ったのが、ここをこういうふうに、わかるかな、こういうふうに動かせるんですね。こういう感じで、ここをこう。なんでちょっと助手席側に向けたいとか、もうちょっとまっすぐしたいとか、そういうこともできるし、あと上下もちょっとだけ動かせます。ちょっと上向けたり、なんか太陽の反射が眩しいとかっていう時は、こういう感じで下向けたりっていうことができるんで、自分の車に合わせてかなり微調整ができるなっていうようなモニターになってますね。で、あとはここに配線とか取り付け用のネジとかがおそらく入ってそうですね。ちょっと見てみます。PRA109B なんですけど、SIM を入れて直接通信することができるんで、それ用のアンテナ、4G アンテナ、実際に車とつなぐ線ですね。で、これもカプラーになってるんで、こっちの本体にはカチッと挿すだけ。で、こっちの線もなんかいろいろややこしいんですけど、例えばトヨタ車だったらトヨタ車用のそういうカプラーキットみたいなのを買ったら同じ色の線が出てくるんで、それをこう挿していくだけですね。バッテリーとか、あとは ACC とか。これなんだ。あ、これがあれか、SIM ですね。SIM のスロットルで、あとは
すごい。オーディオの出力とかがあるんだ。あ、すごい。で、ビデオ入力も1、2ってついてますね。なんかいろいろ他の機器をつなげれるようになってますね。お、これもすごいな。写真付きですごい詳しく書いてあって、7番 GPS の受信で、8番は使わなくて、9番が 4G アンテナの接続口。ここ面白いのが HDMI の入出力がそれぞれあります。あとこの横、ここの部分に USB-A の口が2箇所と USB-C が1箇所あって、上の方の USB の上の方は充電用ですね。で、下の USB-A はデータの転送用で使えるみたいです。で、真ん中の USB-C も充電用のポートとして使えるみたいなんで、ここから線出しといたら携帯の充電とかそういうことができるんだ。で、こういう大きな液晶だと結構車のそれこそシフトノブとかエアコンの吹き出し口とかに干渉したり、結構取り付けが難しい場合があるんですけど、これだと縦にも置けるし横にも置けるのと、首も触れるんで干渉域をちょっとかわすことも簡単にできると。で、さらにこれ元々の設置をここですね、ここでこう変えれるんですね。こんな感じで、例えばここが車のワンディンの取り付け位置だとして、こういう感じで、これじゃちょっと下なんかに干渉しちゃうと、そしたらここでこうして調整してあげて上に取り付くようにしてあげると、そういうようなことも簡単にできるんで結構便利です。これかなり取り付けの時に助かりそうですね。あとはこれ取り付ける時ですね、この液晶があると結構取り付けがしづらいので、液晶を外してあげて本体の部分だけまずつけて最後これを取り付けると、そういうことができるので、すごい作業もしやすそうですね。ここの2つのネジを外して、このコネクタを外してあげたら液晶を外して取り付けすることができると。これだけをまず車につけていったらいいと。さあ、では早速車につけていきたいと思います。取り付ける車両はハイエースの6型の DX ディーゼルの車両になります。オーディオレス車にするとこういう感じで、ここに空洞があって、そこにシルバーの取り付けブラケットが最初からついているような状態です。奥に青いカプラーなんか見えてると思うんですけど、このカプラーを使ってつなげていくんですけど、この取り付けのカプラーキットは買っといた方が配線が楽になるので、買っといた方がいいと思います。で、今回はこのオーディオハーネスっていうものと、右側が車速信号取り出しハーネスですね。で、いろんなところから出てますけど、エーモンとかが有名かな。で、これがあれば、車のカプラーとここをカチッとつけて、あとこっち側を、この今回のディスプレイオーディオの付属の配線とカチカチつないでいくだけなんで、すごい簡単です。製品に付属してたカプラーとこの配線ですね。で、これをもう挿していくだけです。こんな感じですね。で、次にこのブラケットをこの本体に取り付けるんで、まずこのパネルを外します。力技です。こんな感じでね。で、このブラケットを外して、この本体のここの穴を使って取り付けてあげたらいいんですけど、こんな感じです。カプラーつけて、あとアンテナとかをね、先に設置しちゃいます。こんな感じです。で、今回バックカメラもね、一応画質悪いけどついてるんで、カプラーに一応つけておきます。干渉もないですね。まあ、ただ 1D なんでここの隙間が空いちゃうんで、気になる方はここにケースとかつけたらいいですけど、どうせここに液晶が来るからね、多分見えないと思うんで。こんな感じですね。いいじゃん。そんなすごい画面大きいけど、そんな邪魔じゃないし、ここもハザードも問題なく押せるし、
エアコンの吹き出し口も大丈夫そうです。シフトのところギリギリだけど、まあ大丈夫そう。まっすぐか、ちょっとこっち側にするかですね。あと高さもこう変えれるし、あとこの角度も上すぎるとかだったら下向けることもできる。あ、こうしたらもうちょい、ああいいんじゃない？こんな感じで。目いっぱい下にするとハザードが隠れちゃうのと、あとシフトも当たっちゃうんであんま良くないですね。上に上げすぎると今度はここがちょっと視界を遮りそうなんで、これも良くないんで、もうちょっと下げた方がいいな。ここぐらいですね、ベストは。ああ、いいね。そしてこれのすごいのが縦に回せると。おおすごい。おおすごいな、これは。これすごいんだけど、ちょうどここの裏側にハザードのボタンがあるんで、これだとダメですね。車検も通らないし、ハザードすぐ押せないんで、これじゃあ整備不良になるのかな。ダメなんで、これちょっと外で動いてる時とか外では使えないですね。なんでこの縦型で使いたい時はこのハザードを移設するしかないかな。結構そういうキットも売ってるんで、移設してその運転席の横にハザードボタンつけてあげればこれでも使えるか。いいな、確かにこれで使えたら。どうでしょう。お、ついた。こんな感じです。よし、では行きますか。はい。あとね、これ Apple CarPlay と Android Auto とかに対応してて、これが便利なんだよね。無線で Apple CarPlay とかがつながるからすごい便利です。一回つなぐとね、もうずっとつながるんだ。そしてはこれで Google マップで次の目的地行きますか。さあ、今からちょっとカフェに行こうと思ってね、諏訪湖の方下に降りてカフェに行きます。お、ロードスターがいっぱいだ。わあ、いいな。 NA かっこいいな。このさ、ナビの面白いのがさ、ここでホームに戻るとさ、ここにスピードが出る。45キロ。面白いでしょ。 GPS かな。 GPS じゃない？多分そうだよね。で、今はこっちか。Z リンクの方。よいしょ。どれだ。カープレイ。はい。で、これも、あれこれじゃないんだけどな。あ、これか。これがいつもの馴染みのある画面だね。Spotify と。これは Apple CarPlay の画面です。また来ちゃったな、ビニアスライム。本当だね。ねいやでも何回も来たいね、本当に。この時期はさらに気持ちいいから。ああ、なんか6月来た時より緑が増えてすごい綺麗になった。さらに、まだ咲いてる。ムトウキスゲまだ咲いてるじゃんね。もう7月下旬だよね。結構まだあるね。ね混んでます。ギリギリ見れますっていう感じ。緑、一気に緑になった。緑が濃いね。ねいいね。上は涼しいけどさ、今22度だけど、結構暑いよ。長野県ももう松本31度、それからね、暑いところで言うと上田32度、上田32度だって。そして菅平23度、こっちの方が涼しい。標高が高いからか。降りてきました。降りちゃって大丈夫？詰まってないか。大丈夫か。降りてきたら暑いね。31度やっぱ暑いね。今日は涼しいと思ってたけど暑いらしい。諏訪でも31度あるんだね。ダメじゃん。いつもと変わらないじゃん。いつもと変わらない。多分この感じだと。
やっぱ上はすごいね。相当霧ヶ峰まで行くと22度だもんね、うん、いやここでも多分他のところよりは涼しいはずだからさ、うん、ねえ。さあカフェはね、高島城の近くのル・ポミエっていうお店カフェです。お腹はねまだ減ってないからさ、うん、カフェでのんびりします。お花見以来だね。うん、綺麗だったからな、ここのめっちゃくちゃ綺麗だった、ねえ、散り始めの頃。そう桜吹雪がすごかったね。すごかったよね。どこだったっけ？自転車で傷見つけたんだよね。ここじゃない？あ、これか、ここか。ここだよね。あったあった。やってるやってると思う。混んでるよ。リンゴいっぱいじゃん。わあ、そして暑いな。かき氷食べるからテラスにした。うん。教訓があるから。そう、教訓があるからね。ね。そして今日はね、桃のかき氷が1050円、あとねあとベイクドチーズケーキが480円にアイスカフェオレ550円の100円引き450円かな。美味しそう。バスクチーズケーキ。何？見てください、こちらを。うわ、うまそう。いや、やばいな、この桃。美味しそう。桃が入ってるね。何このふわふわ感、すごい。いただきます。いただきます。うわあ、美味しいね。ー、美味しい。あれこれあ、桃だ。うん。桃と練乳すげえある。ゆかさん、桃入ってんじゃないの、この氷にちょっと。あ、ここにあるよ。うん、違う違う。氷だけ今食べたんだけど、すごい桃を感じた。ブルーベリーも美味しいな、甘酸っぱくて。うわ、めっちゃ美味しいな。桃どう？あ、桃も美味しい。分かった。この桃の氷、うん桃のピューレだ。うん。だから美味しいんだ。うんうん。桃みたいだな。あー、美味しい桃。美味しいね。すっごい冷えてる。超うまいな。美味しい。うんやばいな、これは。あー、うまい。ここアイスコーヒーも美味しい。ほんと。後でいただこう。うん。うん。ホットにしたらよかった。うん。大丈夫。はい、ちょっといいよ。外だからね。うん。そしてチーズケーキいただきます。美味しい。あー、滑らかだな。この滑らかだけどすごい濃厚でさ、うん。ねっとり系。うんうん美味しい。なんかすごい詰まってそう。うん。